猫好きの読者の皆さんはもとより、猫が嫌いな方にもぜひ聞いていただきたい話があります。私は松山るみ、現在28歳の主婦です。この子猫の名前はタビーと言います。話は遡りますが、近所に野良猫たちが住み着いている小さな空き地があって、小学生だった私は毎日猫たちにご飯を運んでいました。猫ちゃんたち、ご飯だよ。はい、どうぞ。お小遣いのほとんどをキャットフードに使い、家からハムやカニカマを内緒でよく持ち出したりしていました。猫たちの食べる姿を見てるだけで嬉しかったのです。あの頃、どんなに家に連れて帰りたいと望んだことか、特に病気や怪我などで弱っている猫を見たときは、けれど母親が猫嫌いのため、それは叶わなかったのです。あ、しまちゃんに白ぶちちゃん、ごめんね。私がいたら食べられないね。後でまたお皿取りに来るからね。基本的に野良猫は警戒心が強いのですが、毎日ご飯をあげてるうちに懐いてくる子もいれば、極端に用心深い子もいます。他にも気が強い猫、控えめな猫、おしゃべりな猫、人間と同じで猫の性格もいろいろだなぁと思ったものです。空き地でたくさんの猫たちと出会いました。中には死んでしまった猫との悲しい別れや、その子を埋葬するという辛い経験も何度かしましたが、大抵は猫たちとの付き合いは楽しいものでした。しかし、私が小6の秋。そんな。猫たちは猫を見ませんでしたか？あ？見ないよな、猫なんて。危ないからどいてな。猫は大きな音が苦手ですから、おそらくもうこの付近にはいなかったでしょう。私は暇を見つけては猫たちを探し歩きました。そういえば何日か前、この先の大通りで白い猫が死んでたわね。悲しい情報を聞いては涙し、あ、赤トラちゃん、無事だったんだね。道で馴染みの猫を見つけては胸をなで下ろしたりしたものです。追い払われた猫たちが落ち着ける場所はごくわずかしかありません。それに猫たちにはテリトリーがあり、死因入りを受け入れない場合もあるのです。どの猫も無事に生き延びてほしいと、私にはただ祈ることしかできませんでした。そして私は中学生になり、高校生になり、猫たちとの付き合いは道で偶然会った猫にカリカリを食べさせるだけとなりました。そのために出歩くときはいつもカリカリを持っています。その習慣は現在も続いています。大学の4年間は郷里を離れましたが、卒業後は戻ってきて地元で就職しました。24歳の時、高校の同級生と偶然再会し、1年後に結婚。私の実家近くのアパートで新しい生活を始めました。2年後。できた。本当か？ええ、12月には涼介くんパパよ。そうか、パパか。仕事をもっと頑張らなきゃな。仕事は私妊娠したらすぐ辞めるはずだったんだけど。それがね、今月5月はうちの会社決算期で忙しいのよ。だから月末まで働くことにするわ。大丈夫なのか？月末まであと3週間もあるぞ。つわりもそんなにひどくないし、無理しなければ大丈夫だと思うわ。ちょっとルミー、あなた妊婦なのにまだ働いているの？即刻やめなさい。お母さんたら、事務職なんだから大丈夫よ。忙しいから切るね。正直、しんどいのは事実でした。つわりこそひどくはなかったものの、妊娠初期特有の眠気やだるさ、立ちくらみに
熱っぽさが続いていたのです。しかし小さい会社で忙しいこの時期、一人抜けた後がどんなに大変か、それが分かってるだけにやめられませんでした。今にして思えば間違った考えだとわかるのですが、5月の末、ようやく退社の日を迎えました。無事に終わってよかった。送別会を断ったのは仕方ないよね。早く家に帰って横になりたい。赤ちゃん。私の赤ちゃんが。私のうちに宿った小さな命は失われてしまいました。ルミ、気をしっかり持つんだよ。せい。赤ちゃんが死んだのは私のせいよ。母親ならまず何よりも赤ちゃんのことを考えなくちゃいけないのに、私は無理して仕事するべきじゃなかった。何より歩道橋を渡るべきじゃなかったのよ。私に母親の自覚がなかったから。だから赤ちゃんが。ルミ、落ち着いて。今は何も考えずに体を休めるんだ。大丈夫。子供はまたできるよ。そうよ。あんたはまだ若いんだから。でも行ってしまった赤ちゃんが戻ってくるわけじゃないわ。一つとして同じ命はないのだから。その唯一無二のかけがえのない命を私が殺してしまった。ごめんなさい。ごめんね、赤ちゃん。退院してからも私は自分を責め続け、毎日泣いてばかりでどんどん自分を追い詰めていったのです。あの子に会って謝らなきゃ。そうよ、直接会って謝らなきゃ。許してもらえない。次第に危険な考えにとらわれるようになり、そしてごめんね、涼介くん。さよなら。私はあの子の元へ行きます。待ってて、赤ちゃん。今ママが行くから。子猫が泣いてる。それも母猫を呼んでる泣き方だわ。確かこの辺から。いた。生後1ヶ月も経ってないわ。飼い主に捨てられたか、母猫からはぐれたか。梅雨時で冷え込んだ日が続いたせいか、子猫はひどい風邪をひいていて、今にも死にそうでした。もし母猫が探しているのなら、私がそばにいてはまずいと思い、少し離れた場所で様子を見ることにしました。しかし1時間ほど待っても母猫が現れる気配はなく、子猫はもう泣く力も残ってないようでした。その上、雨、まずいわ。子猫の体がこれ以上冷えたら。子猫は寒さに弱く、風であっけなく死んでしまうのを私は知っています。まして生まれて間もない子猫が自力で生きていけるはずがありません。おいで。私がお母さんになってあげる。一緒に帰ろう。死ぬつもりだったのに何をしているのかしら、私。でもこの子猫は今保護しないと死んでしまう。見捨てるなんてできない。私はこれ以上小さな命を目の前で亡くしたくない。ルミ、どこ行ってたんだ。今探しに行こうかと。びっくりさせないでくれよ。ごめんなさい。話なら後で聞くから、先にこの子を温めなきゃ。その猫拾ったの。朝になったら動物病院へ連れて行くわ。それから猫用ミルクを買って、トイレとトイレ砂も必要よね。あとそれから。どうするんだ。飼う気か。ここペット禁止だぞ。見つかったら見つかった時よ。
夫はそれ以上何も言いませんでした。その頃の私が情緒不安定だったので、強くは言えないと思ったのでしょう。その日から私は子猫につきっきりで世話しました。数時間おきに温めたミルクと抗生物質の飲み薬を飲ませるのです。排泄は肛門周辺を脱脂綿で刺激して出してあげます。櫛で体をすいて飲みを駆除し、体についた飲みの糞と汚れは柔らかい布で拭き取ります。完治してから洗ってあげましょう。ミルクを必死で飲む姿はいじらしく、ふと亡くした赤ちゃんのことが思い出されて切ない気分になりますが、でもこの手の中の小さい命は私を頼り切って身を任せている。そう思うと愛おしさで胸が熱くなるのでした。その後の健康診断でお腹に常駐がいるのが分かり、薬を処方してもらいましたが、それ以外に問題はなくほっとしました。子猫タビーは風邪が治ると家中駆け回り、動くものすべてにじゃれつき、毎日が賑やかです。タビー、歩けないわよ。子猫の仕草は見ていて飽きることがなく、タビーったらおかしい。時に笑いを提供してくれます。お前の笑い声、久しぶりに聞いたな。そうね。死のうと考えたことが嘘みたい。もちろん赤ちゃんに対して申し訳ない気持ちは変わっていません。でも死んでお詫びをするのではなく、生きて赤ちゃんのことを忘れないことが供養になるのだと、一緒に赤ちゃんも生きていくことになるのだと考えるようになりました。ありがとうタビー。お前に出会えて本当によかった。いつも思ってたけど、お前ったら左後ろ足だけ靴下を履き忘れたみたい。このセリフ、昔言ったことがあるわ。この時私はある猫のことを思い出したのです。その猫は車にひかれたらしく、道端に血だらけで倒れていました。抱きかかえて泣きながら近くの動物病院へ駆け込み、先生、猫ちゃんを助けてください。お金ならお年玉貯金が1万円あります。足りなかったら毎月お小遣いを持ってくるから。だから猫ちゃんを助けてあげて。全力を尽くすよ。後で分かったのですが、この院長先生は低料金で野良猫の不妊・去勢手術を行っているような良心的な先生だったのです。その猫は一命を取り留め、1ヶ月の入院の後、空き地へ戻ってきました。それまでは警戒心が強く、私に近寄っては来なかったのですが、退院後は私の前でもご飯を食べてくれるようになりました。その時、その猫に声をかけたのが、あのセリフだったのです。お前、左後ろ足だけ靴下履き忘れたの？あの猫にそっくりなタビー、それにタビーと出会った場所は、あの空き地だったところからさほど離れてはいないのです。もしかしたら、タビーはあの猫の血を引いているのかもしれません。それに、あの夜、タビーと出会わなければ、私は間違いなく死んでいたことを考えると、この巡り合わせは偶然ではなく、あの猫の恩返しなのではないでしょうか。私はそう信じているのです。